こんちは。パート10やっていきます。今回はしゃがるまがらだよ。ようやく136まで育ったんですよね。しゃがるは自分的にイメージが悪くてソロでやる気が起きなかったんだけど、練習してみたら案外楽しかったよ。ちなみに当然のようにもう1キャラいますが、名前の通りセカンドキャラで1人で2台の 3DS を操作してます。装備は火の海底剣に居合セットね。お守りは攻撃14スロ3です。 DA を見たら耐震ありとなしどちらもあったけど、なしで良さそうだったよ。じゃ頑張りましょう。おーし行くぜ。開幕耳栓決めていきます。これは飲んどいた方がいいよ。方向を受けるのは実質最初だけですね。方向するモーションがわかりやすいから最初以外は別のやり方で対処するよ。さてそっぽ向いてますが、気づかなかったらペイント当てよう。気づきましたね。気づいた後は振り向く時と振り向かない時がある。今回は振り向かないパターンです。その場合は普通に試算するようにしてる。うまくやれば強ためと強なぎ入れられそうですが、経験不足でまだできません。土下座は振り向き機体で貯めるよ。体の後ろまで行かないと追撃来た時に食らっちゃいます。回り込みきれないと思ったら様子見がベストだね。2連お手です。本当は種3入るんだけどビビってるね。土下座警戒してますね。これで怒り以降なのでちょっとこづいてガードの準備だ。この方向はフレーム回避強ためを入れたり、ガードキック強ためも入りますが、安定しなかったのでガードでしのいで普通に貯めるようにしてます。3連ブレスは振り向き種3が入るけど、今回はため1止まりにしてるね。ため時間を確保するために中途半端な位置でため始めると土下座に対処できませんからね。この滑空からの突進も振り向き狙えるけど、シャガルに向かって右だとちょいむずいんだよな。慣れてないのもありますが、右の方が地雷の位置がいやらしい気がします。シャガルはとにかく無茶をしないのが重要だよ。地雷のせいで回復も運ゲーですからね。こんな風に足元に地雷が湧いてくれるからね。これさえなければいいモンスなのに。シャガルを育成するにあたっていろんな武器種を試したんだけど、結論としては討伐時間を短くすることが一番の地雷対策だと思うよ。回避性能とかで地雷を対処するにしても限界がありましたね。地雷に付き合わないのが正解。根本から真面目に対処できるように設計されてないからね。これがあるからシャガルになかなか手が出なかったんですよね。シャガルはマルチでも自己率高い気がしてたし、ソロだともっときついと思いますもんね。ところが大剣なら常に谷が自分だけに向くから逆にやりやすかったっていうね。あとヤイとの相性も良くて、スタン中は地雷が湧きません。スタンは短いけど攻撃チャンスを確保できるからかなり価値高いと思うよ。この攻撃はダメチャンスです。残念。あんまいい答えじゃないな今回。振り向き狙いの宿命ですね。さあこの突進こそ決めたいが。クリーンヒットです。これにため3決めるのも慣れるまで時間かかったな。爪に当たらないように追いかけるんですよね。これもいけるか。いい調子です。よーし、モンスは素直なのが一番だ。ここはちょっと危ないですが、直撃もらってないからまあ OK。セイ。スタンですね。スタン中はダメなし抜刀からのコンボが最大だよ。ダメなしですが、時間的にギリギリなので最速気味で入力しないといけません。あと思ったより頭の判定が小さくて角度をつけないと疲ることもあるね。貴重なチャンスなので無駄にしたくないですね。移動タイムか。だいたい折り返しだな。さすがに移動すれば地雷は降らなくなります。この少しずつジャンプしてくるモーション、ダサくて好き。骨格的に普通に走ってくるの難しいんでしょうね。どこまで行くんだあいつ。ジャンプしだすと止まれないんでしょうか。普段どうやって生活してんだよ。飛びましたね。普通に先行が効くんで落としてため3入れるよ。ちなみに成熟前の個体であるゴアマガラは目が見えません。脱皮したらいきなり目が見えるって感動もんだろうな。ある日突然五感が一つ増えるってすぐ適応できるもんなんですかね。虫だって成虫で羽が生えてすぐ飛べるじゃん。確かに
脱皮前に少しずつ感覚が変わってるのかもですね。イベントムービー見る限りは、脱皮するの一瞬だったけどな。バリーンって感じでしたね。で、そろそろ戦闘に触れてもらえます？シャガル戦のコツは多分2つあって、1つが回復を怠らないことね。地雷が足元に来ると、どこからでも落ちる可能性ありますしね。体力が削れてたら、ダメさんチャンス以外は全部回復に回してもいいくらいだと思う。回復も地雷重ねられることがあるので、なるべく小たるでポーズキャンセルしましょう。2つ目は無理にダメさんを狙わないことかな。全モンス共通だけどさ。振り向きにしても狙える隙はわずかですしね。ブレスと土下座が即落スロー威力で、しかもポンポン飛んでくるからね。地雷を気にしすぎて大技に当たるのはあるあるです。体験以外の武器で一番きつかったのはそこだね。地雷ばかり警戒しがちだけど、頭付近に張り付くのもまたかなりハイリスク。その点体験なら、頭付近にいるのは振り向きの瞬間だけですしね。そう、頭一点狙いの体験が最も頭に近づいてる時間が短かったりするのよね。攻略してみると結構深いですね。この設置攻撃も、最初はどうしたらいいかわからなかったな。なんとか弾の間に入ろうとしてましたけど、それだと安定しなかったですね。結局これも、頭に張り付く立ち回りだと、そもそも対処が難しいよね。シャガルに向かって弾が出ないように誘導する形で落ち着きましたね。技に付き合わないってのが重要だな。この辺も加味すると、もう体験以外でできる気がしません。ぶっちゃけ、火力も体験が一番出てるしな。シャガルは、頭とそれ以外で、肉質が全然違うんですよね。あ、移動だ。多分もう弱って休眠するな。移動して休眠するまでが少し長いので、30秒くらい待ってから突入しましょう。今ギリ10分くらいだから、結構いいペースだぞ。ただ、シャガルの休眠はだいぶやばいから気は抜けないよ。ここが一番のクソ要素かもしれませんね。とりあえず寝てるな。あ。もう、ふざけんな。シャガルの最激ヤバポイント、寝てる間も地雷が発生します。これ考えた人、モンハン嫌いなのかな。2発目は無事当たりましたね。しれっと地雷発生してたけどね。地雷が本体で、白いトカゲがおまけと言われるゆえんです。シャガルは、休眠に試算しても残ることがあるから、地雷で飛ばされると来るものがあるよ。体力は抑えめなのがまだ救いですかね。とりあえず報酬見ていくか。恐竜結晶が出るの偉い。極限だけやってると不足しがちです。武器は何もなかったけどね。はい。というわけでシャガル会でした。ストレス要素は多いですが、案外さっくり終わるので、レオより気楽かもですね。報酬は少しテオの方が多いけど、安定するのはシャガルかもな。シャガルに苦手意識ある方は、ぜひ体験でどうぞ。ブラミラならそう変わらないでいけるはずだ。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ほいじゃ、次の動画で。またね。